リュウクです。今回はこのアルパカから出たメトロクロスボディについてレビューしていきます。僕は結構前から iPad を持ち運ぶための最適なバックパックをずっと探し求めてたりするんですが、今回はその一つの回としてこのメトロクロスボディがいいんじゃないかなと思ったので、この動画を回してみます。見てわかる通り結構特徴的な見た目で、癖は強いんですが、実際に使ってみたらかなりこれはいいなっていう感じだったので、いつも通り良かった点、気になった点話していきます。それでは行ってみましょう。まずアルパカのメトロクロスボディについて簡単におさらいしておきます。アルパカのメトロクロスボディは容量10リットルとコンパクトながら日常の必需品を効率的に収納できるデザインが魅力のクロスボディバッグです。高品質な軽量防水素材を使用しており、耐久性と防水性を兼ね備えています。用途としては日常使いから旅行時のサブバッグ、または小型のタブレットを持ち運ぶ場合の通勤通学にも最適です。オーガナイザーポケットが充実しており、小物の整理整頓もしやすい仕様になっています。特徴的なのは左右どちらの方にも対応できるように鏡反転した2種類の製品が発売されているというところです。僕は一応両方買ってみたんですが、今回はこっちの左肩モデルを対象にレビューしていきたいと思います。それでは早速良かった点から話していきます。まず1つ目は iPad11 インチモデルに対して非常に最適なバックパックだなと思ったっていうところです。これ今僕が原稿を読んでる iPad Pro 11インチなんですが、このメインの部分に iPad 専用のクッション材の入ったポケットが備わっています。特徴的なのはこのクッションパネルがこのような形状になっているので、タブレット一方方向から挿すってよりは斜めに入れることができるので、非常に取り出しやすい設計になっています。一方方向から取り出すようなポケットはこういったマジックキーボードなんかをつけると結構滑りが悪くなってしまって、ポケット側の起毛素材というかフリース素材みたいなのと結構干渉して取り出しづらいことが多いんですが、このバッグの場合はこんな感じで2辺が全て開くようになっているので、このようなマジックキーボードをつけた状態でもすんなりと収納することができます。2つ目の良かった点はここの前ポケットです。このショルダーハーネスの胸に当たる部分がポケットになっていて、ファスナーで大きく開く構造になっています。さらにこの部分がメッシュになっていて、伸縮性はそこまでないんですが、このように折り返されてるおかげで結構容量が入るようになっているので、こういうマックスサイズの iPhone、これは iPhone15 Pro Max ですが、こんな感じですっぽり余裕で入ってしまいます。こういった大きめのスマートフォンはポケットに入れてると結構重かったりゴテゴテしたりとかして結構存在感が大きいので、座ったり立ったりする際とか、あと歩いたりする時に結構邪魔だなって思うことが多いんですが、これだけ大きくてアクセスのしやすいポケットがこのショルダーストラップについていると、ほとんどのものをこのバッグの中に収納することができるので、かなり身軽に感じるなって思いました。次の良かった点はこのショルダーストラップが非常に肉厚だというところです。これは一見普通のことのように思えるんですが、ショルダーバッグのほとんどはこういった感じのナイロンテープで全部一周されていることがほとんどなので、タブレットやウォーターボトルなんかの重いものを入れると結構肩への負担がきつくなってしまいます。一方このメトロクロスボディはこのようにバックパックさながらにハーネスのクッションが分厚いので、 iPad や水筒を入れていてもバックパック並みに肩への負担を軽減してくれます。もちろんワンショルダーなのでバックパックに比べたら肩へは2倍負荷がかかることになりますが、この容量の荷物であればそこまで負担ではないと思うので、この全体のバランス的にこのショルダーハーネスの太さというのは非常に優れているなと感じました。あとタブレットとはいえ iPad ってこういった感じでマジックキーボードなんかをつけちゃうと MacBook Air 並みに重くなったりするんですよね。そういうノートパソコン並みに重いデバイスをナイロンテープ1本で肩へ、しかも片方だけにかけるってなると、1日歩いただけですっごい疲れてしまうので、そういった点でもこのショルダーストラップの肉厚さっていうのは iPad やマジックキーボードをつけた iPad Pro 11インチなんかを持ち運ぶ際に非常に効いてくるんじゃないかなと思います。
ここまでが良かった点です。ここからは使っていて少し気になるなと思った点を話していきます。まず1つ目の気になった点は、ここのメイン収納にタブレットを収納する際にマジックキーボードを使ってるとやっぱりタイトだなっていう点です。こういった iPad mini だったり、こういった裸の状態の iPad Pro 11インチなんかはすんなり入ってしまうんですが、このようにマジックキーボードをつけるとこのヒンジの部分の厚みがさらに増えてしまうので、結構このかぶせの部分がギリギリ干渉するかなといった感じです。特にこのバッグの場合はこの iPad のスペースとメインのコンパートメントが完全には分かれていない構造なので、こっち側にこういう大きい荷物を入れていると結構この iPad のスペースが干渉されて、こうグッと力ずくでかぶせないとここはかぶらないみたいな、そんな感じの仕様になっています。アルパカの製品はいろんなものを触ってきたんですが、結構全体的にタイトに作られている印象です。なのでこのメトロクロスボディは構造上今まで以上に使いやすいものにはなっているんですが、それでもこういった iPad のアクセサリー類、マジックキーボードだったり、あと Apple Pencil なんかを装着した状態で収納したいみたいな人にとってはちょっとだけ工夫が必要かなと思います。次の気になった点は、このボトルポケットが結構落ちやすいという点です。見てわかる通り、このボトルポケットはメインのジップの反対側に配置されています。つまり背負った状態でこんな感じで前に持ってくると、このボトルポケットはカバンの下側に行ってしまいます。そしてこのボトルポケット自体にギュッと締め付けるような機構はないので、油断するとこのボトルポケットに収納したペットボトルだったり水筒なんかが地面にこうボトッと落ちてしまうみたいな、そんな心配があるかなと思います。ただ一応こんな感じでボトルポケットとは別に独立したドローコードがあるので、これをこうボトルに通してこう引っ張ってギュッと締め付けてしまえば一応固定することはできるんですが、外に出てる時のこのボトルポケットって結構頻繁に出し入れしたりすることが多いと思うので、個人的には毎回これを締め付けるのはあんまり現実的じゃないなって思いました。僕のたどり着いた使い方としては、こう前に持ってくる際に完全に横向きにしてしまうとボトルポケットから物が落ちてしまうので、このように斜めの状態でキープしたまんまメイン収納にアクセスしたり、このようにボトルをこっちのポケットに入れるみたいな、こういう運用をすれば、一応ボトルがこのように下に落ちやすいみたいな、そういった心配はないです。ただ最初これをあんま意識せずにここにボトルをポンって収納して前に持ってきてガサゴソ中を触ってる時にこうやってボトって落ちてしまって、水筒は入れてなかったんですが、こういうタンブラーなんかを入れてしまっていたら傷ついてしまっていたので、ここは結構注意しないといけないポイントかなと思います。次に気になったのがこのスタビライザーストラップの付け方に若干コツがあるという点です。このバッグはこういった感じでワンショルダーではあるんですが、このように反対側にスタビライザーストラップが付いているので、こんな感じで3点で支えることができます。小型のタブレットとはいえ重量がかなりあるので、自転車で移動する時だったり徒歩で移動する時なんかはこんな感じでスタビライザーストラップをつけると体にフィットして密着するので、安定して持ち運べるっていう意味では負担も軽減できますし、かなりいいアプローチなんじゃないかなと思います。ただこのストラップがこっちの本体側はこのようにカラビナでくっついているのでそんなに問題ないんですが、このショルダーストラップ側はこんな感じでマグロックスっていう機構で脱着できるんですが、これをつけたり外したりするのは楽です。ただこっちの受け、これはこのようにループをフックでかけてくっつけているので、このスタビライザーストラップ自体がいらないよという人はこの受けごと外したいと思うんですが、ここのフックがかなりタイトというかきついので、これをつけたり外したりするのに結構苦労しました。コツとしてはこのマグロックスをつけた状態じゃなくて外した状態でこのまんまこうやって外そうとすると硬いので、このように端っこから外して回転させていくようにぐっと回すとこうやって外れます。つける時も同様で、この真ん中から行こうとすると硬いんで、この端っこ側から入れていくようなイメージで引っ張ると
はまります。ここを頻繁に付け外しするっていうのはあんまりないと思うんですが、結構力を入れるのでこの付け根の紐の部分がなんかビリって破れそうだなっていう心配になります。あとこれ余談なんですけど、ここもこのスタビライザーもこのマグロックスっていう名前が書いてあるバックルを使用してるんですけど、マグネット使われてないんじゃないかな。ここまでが少し気になるなと思った点でした。いろいろ細かいところを触れてきましたけど、タブレットを持ち運ぶバッグとしては新しいスタンダードになりそうな仕様だなと思いました。 PC はいらないけどタブレットは持ち運びたい、そんな身軽な気持ちで出かけたいみたいな時に非常にモチベーションを上げてくれるカバンだなと思います。あとはこういう細かいスマホポケットだったり、あとはここにカードがこうやって収納できるポケットがあるんですが、こういうちっちゃいアクセス性が向上することによってこうポケットの中から物を取り出して全部このバッグに収納した状態で外に身軽な気持ちで出かけるみたいな、そういうのをモチベートしてくれるような製品になっています。ただこれはやっぱりなんですが、アルパカの製品はあんまり物は入りません。ガジェットに特化したバッグなのでクッション材がふんだんに使われているのは当たり前なんですが、いわゆるアウトドアっぽいこういうシルエットの製品は薄い布で作られていてクッションがあんまり入っていないので見た目の割に結構物が入ったりします。ただ一方でこのメトロクロスボディはこの見た目以上にふんだんにクッション材だったりこういうハーネスのところのクッションみたいなのが使われているので、初めて手に取ってこれに物を入れてみようって思った時から実際に物を入れるまでで結構物入んないなって感じる人が多いんじゃないかなって思います。前々からアルパカの製品は結構使ってるんですが、なんでこんなにタイトなものが多いのかなって考えたんですが、アルパカの提案している価値観としてこう物をたくさん詰め込むっていうよりも自分が好きなものだけを厳選してできるだけミニマムの EDC で持ち運ぶみたいな、そんな価値観を提案してるんじゃないかなって感じました。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバッグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップでは僕の開発中のバッグの進捗情報だったり僕が使ったバッグの次のオーナー、セカンドオーナー性なんかを特典として用意しています。気になったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。X、Instagram、TikTok もやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。